お世話になっておりますまさるです。今回はネットワークスペシャリスト令和5年午後に問1の設問2を説明していきたいと思います。設問1は前回説明しているので、気になる方はそちらからご覧になってください。それでは一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回はマルチホーム接続から一緒に勉強していきましょう。まずは設問チェックです。午後問題は長文で集中力が切れてしまいがちです。先に設問をチェックして何に注目して問題文を読んでいけばいいのか先に確認しておきましょう。まずは本文中および表参中の空欄 A から F に入れる適切な軸を答える問題。空欄問題は問題文の中でバラバラに出てくることがあるので、次の設問も先に読んでおきましょう。下線5について NEXT ホップセルフ設定を行うと IBGP で広告する経路情報の NEXT ホップの IP アドレスには何が設定されるか15字以内で答えよという設問です。 BGP に苦手意識があると少しやばいなと思う方もいるかもしれませんが、一緒に BGP の勉強頑張っていきましょう。 A 社は D 社の併域網に対してマルチホーム接続をしようと検討を進めています。導入の部分でお話ししたように、現在の環境では D 社の併域ネットワークに対して一つの回線しかありません。この回線が切れてしまうと通信できなくなってしまいます。つまり現在では可用性の低いネットワーク構成ということになっています。なので回線を2つにして可用性を向上させたいと思っています。ちなみにマルチホーム接続は過去にも出題されたことがあるので、意味を整理しておきましょう。マルチホーム接続は複数の回線を用意していずれかの経路を使って通信を継続できるような接続方法のことを言います。今回は A 社本社のネットワークを複数の回線を使って D 社併域ネットワークを接続するマルチホーム接続ということですね。ただし回線を用意するだけでは意味がありません。障害などが発生した際にいずれかの経路を使って通信を継続できるように設定してあげる必要があります。ではマルチホーム接続をするために何をしなくてはいけないのか確認していきましょう。マルチホーム接続を提供してくれるのは D 社です。 D 社併域ネットワークへの接続なので D 社がマルチホーム接続を提供してくれます。 D 社担当者はマルチホーム接続をするために何をするのか D 社の作業内容を説明してくれます。まずはルーター13と専用線を用意してマルチホーム接続を行います。ここでは単純に物理的な機器と回線を用意していますということですね。説明を続けます。増設する専用線は同じ帯域幅にします。平常時は季節の専用線を利用し、障害発生時には増設する専用線を利用すると説明してくれます。つまりメインで使うのは上の回線ですね。既存の回線をメイン回線にして、新しく用意した回線はバックアップの回線としてメインの回線が使えない時に切り替えて利用するようです。さらに説明が続きます。既存回線で利用しているルーター11とルーター12は静的経路制御から BGP による動的経路制御に変更すると説明します。これは現在の設定を見ていただくと理解しやすいと思います。現在は1回線だけなので、静的経路制御を使ってルーター11とルーター12の通信を制御していました。マルチホーム接続にすると2つ回線が存在するので、既存回線で通信をするのか、もしくは新しく引いた新規回線で通信をするのか、状況に応じて切り替える必要がありますよね。なので静的経路制御ではなく動的経路制御が必要です。今回は BGP を使って動的経路制御を行いますということですね。さらに説明が続きます。
ルーター11とルーター12の間、ルーター13とルーター14の間は eBGP で接続します。そしてここで下線5が出てきます。ルーター11とルーター13との間は iBGP で接続し、合わせて NEXT ホップセルフ設定を行うとあります。eBGP、iBGP、そして NEXT ホップセルフ設定、いろんな言葉が出てきました。一つずつ整理していきましょう。まず eBGP と iBGP の違いから整理していきます。BGP は先ほどお伝えしたように動的経路制御をするためのプロトコルです。そして BGP は用途に応じて2つに大別されます。それが eBGP と iBGP です。eBGP は異なる AS 間のルーティングで利用されるもの。そして iBGP は同じ AS 間のルーティングで利用されるものです。まず AS って何って思った方もいるかもしれないので AS について説明しておきます。 AS とは自立システムとも言われます。インターネット上でひとまとまりになっている大きなネットワークのことを AS と言います。それぞれの AS はプロバイダーや大企業や大学などが管理しています。インターネット上では AS ごとに AS 番号が割り当てられています。そして AS 同士は BGP というプロトコルを使ってお互いの経路情報をやり取りしています。簡単に言うとインターネットというのは小さな AS が集まってできていて AS 同士が協力してデータをやり取りすることで、例えば自宅からサーバーまで通信することができるようになっているということですね。 AS についてなんとなくイメージできましたか？今回の場合 A 社と D 社が eBGP によってつながっているということは別々の AS に属しているということになります。 AS 間は eBGP を使うことによってどちらの回線を使うのか動的経路制御をすることができます。しかしルーター11とルーター13は同一 AS 内です。この場合は iBGP を使って動的経路制御を行います。少し整理すると eBGP と iBGP の違いは別々の AS 間で使うのか同じ AS 内で使うのか、ここがまずは基本的な違いです。その他にもいろんな違いがありますが、今回の問題に関連して注目してほしいのは NEXT ホップです。 eBGP は NEXT ホップが変更されます。 iBGP は NEXT ホップが変更されません。今回の設問では BGP は eBGP と iBGP で NEXT ホップに違いがありますけど皆さん分かっていますか？そのようなことを問う問題でした。では NEXT ホップの違いについて説明していきます。今回の構成では D 社兵器ネットワークの先にインターネットがあります。インターネット通信をするために D 社兵器ネットワーク内のルーター D から出ていくと仮定してください。この構成の場合、ルーター D はルーター12に対して自分の先にインターネットがあるので、インターネットに行きたいときにはルーター D 自分にデータを送ってきてねと教えてあげます。これを簡単な表にすると、宛先ネットワークがインターネットの場合 NEXT ホップはルーター D ですよという情報になります。この情報を受け取ったルーター12はルーター11にもその情報を教えてあげます。インターネットに行きたい場合の NEXT ホップはルーター12、つまり自分に送ってくれればいいですよと教えてあげます。ここで NEXT ホップが変更されていることに注目してください。ルーター D からルーター12に変更されていますよね。 NEXT ホップは次の送り先なので NEXT ホップの情報を自分に変えて伝えているわけですね。これが eBGP の NEXT ホップの特徴です。eBGP では NEXT ホップを自分自身の IP アドレスに変更して伝えてあげます。では iBGP ではどうなるのか見てみましょう。ルーター11とルーター13は iBGP です。iBGP は NEXT ホップが変更されない仕様になっています。変更せずに
ルーター11からルーター13に情報を渡すと、インターネットに行きたい場合はルーター12にデータを渡せばよいという情報を伝えることになります。この情報を受けたルーター13は困ってしまいます。なぜならルーター13にとってルーター12の場所がわからないからです。もしこのタイミングでルーター13に宛先ネットワークがインターネットの通信が届いた場合、ルーター12に届ければいいと教えてもらっているものの、ルーター12の場所がわからないので、そのパケットを破棄してしまうことになります。これは良くないですよね。そこで利用するのが担当者が説明してくれている NEXT-HOP セルフ設定です。この設定をすると IBGP であっても NEXT-HOP の情報を変更するようになります。その結果、ルーター11はインターネットに向けた通信の NEXT-HOP を自分自身に書き換えてルーター13に教えてあげます。つまりインターネット向けの通信はルーター11に送ってねと教えてあげるわけです。その結果、ルーター13はインターネット向けの通信を受信したときにルーター11に送ればよいということがわかります。これが NEXT-HOP セルフ設定です。いきなり難しい問題でしたが、ここがよくわからないなという方はわかる部分から勉強してもらうと良いと思います。まず BGP って2種類あること、 eBGP と iBGP があります。その違いは別々の AS 間で利用するのか、同一の AS 内で利用するのか。まずはそういった分かりそうで分からなかった部分を分かるようにしてみてください。ではここまでの説明を聞いて設問に挑戦してみてください。河川5について NEXT-HOP セルフ設定を行うと IBGP で広告する経路情報の NEXT-HOP の IP アドレスには何が設定されるでしょうか。15時以内でお答えください。それでは回答の発表です。模範回答はこちら。自身の IP アドレス。こちらが模範回答です。先ほどの説明だとルーター11の IP アドレスと回答したくなる方もいるかもしれません。しかし回線は2つありますよね。下の回線を使う場合を考えるとルーター13も NEXT-HOP セルフ設定がされているはずです。ルーター11だけに限定せず、ルーター11もルーター13も両方を含むような書き方をすることが適しています。答え方が悩ましい問題ですが、ルーター11だけに限定せず、ルーター11もルーター13も含むような書き方が最適な回答です。それでは次に空欄 A から F を埋める設問に行きましょう。RFC4271 で規定されている BGP は空欄 A 間の経路交換のために作られたプロトコルとあります。では空欄 A に入る言葉は何でしょうか。空欄 A に入る言葉は AS です。続けて経路交換を行う隣接のルーターを空欄 B と呼びますとあります。では空欄 B に入る言葉は何でしょうか。空欄 B に入る言葉はピアです。では読み進めていきましょう。 BGP で交換されるメッセージは4タイプあり、表3に示すとあります。まず1つ目がオープンメッセージです。オープンメッセージは BGP 接続を開始するときに交換するメッセージです。私はどこの AS に属しているこういう BGP-ID のものですみたいな自己紹介をするようなメッセージですね。次のメッセージが空欄 C です。空欄 C のメッセージは経路情報を交換するときに利用されるメッセージです。私が管理している経路はこんな経路ですよみたいなメッセージですね。ではこの空欄 C に当てはまる言葉は何でしょうか。空欄 C はアップデートですね。次にノーティフィケーションメッセージがあります。これはエラーを検出したときに送信されるメッセージです。最後に空欄 D があります。このメッセージは BGP の接続確率や接続維持に使われるメッセージです。ではこのメッセージは何でしょうか。空欄 D のメッセージは Keep Alive メッセージです。
OSPF に詳しい人は接続維持をするメッセージなのでハローメッセージと答えたくなるかもしれませんが、 BGP の場合は Keep Alive メッセージなので注意してください。では問題文を読み進めます。 BGP では経路情報を BGP テーブルとして構成して、最適経路選択アルゴリズムによって経路情報を1つだけ選択してルーターの空欄 E に反映させると書いています。では BGP で計算した結果の最適ルートはルーターの何に反映されるでしょうか。空欄 E に当てはまる言葉を考えてみてください。空欄 E に当てはまる言葉はルーティングテーブルですね。ルーターはルーティングテーブルの情報をもとに経路制御をします。なので BGP で計算した結果をルーティングテーブルに反映させます。さらに読み進めていきます。ローカルプレファレンスの場合は最も空欄 F 値を持つ経路情報が選択されるとあります。最も〇〇ということは最も大きいもしくは最も小さいの2択ですね。答えがわからない方も大きいもしくは小さいと答えるようにしましょう。では空欄 F に当てはまる言葉は何でしょうか。空欄 F に当てはまる言葉は大きいが正解です。少し補足するとローカルプレファレンス LP の特徴は自分の AS 内でどの出口を使うのかを決める値です。 A 社ネットワークの出口としてルーター11を使うのかルーター13を使うのか、この LP の値が大きい方が出口として採用されます。そして少し補足しますが MET という別の値もあります。これは自分の AS の中に入ってくるときにどの入り口を使うのか隣接 AS に指定するための情報です。 D 社兵域ネットワークのルーターはMET の値の小さい方を優先してルーター11から入っていくかルーター13から入っていくかを選択します。 LP は値が大きい方、MET は値が小さい方で混乱しますが、しっかり整理して覚えておきましょう。では次の設問を確認していきます。次は表参について BGP ピア間で定期的にやり取りされるメッセージを1つ選びタイプで答えよ。またそのメッセージが一定時間受信できなくなるとどのように動作をするのか30字以内で答えよという問題です。これは BGP の基本を知っていますかという問題ですね。表参は BGP で交換される4つのメッセージについて説明されています。この中で定期的にやり取りされるメッセージはどれでしょうか。メッセージのタイプの番号でお答えください。正解はタイプ4 Keep Alive ですね。Keep Alive メッセージは定期的に BGP ピア間でやり取りをすることで接続を維持します。例えば60秒ごとに Keep Alive メッセージを送り合います。ではもしこの Keep Alive メッセージが一定時間受信できなくなるとどのような動作をしますか。こちらも30字以内で答えてください。ちなみに一定時間 Keep Alive が受信できなくなるとそれはピアとの通信に障害が起きているということになりますよね。そのような場合にどのような動作が行われるのかが問題で問われています。では30字以内で答えてみてください。答えは BGP 接続を切断して経路情報がクリアされるです。これは当たり前の挙動ですよね。BGP ピアと経路情報を交換して経路制御をしていたのですが BGP ピアと通信できないということなのでこれまでの BGP ピアから取得していた経路情報をクリアします。では次の設問を確認していきましょう。下線6について BGP の導入を行った後に VRRP の導入を行うべき理由をルーター13が何かしらの理由で VRRP マスターになった時のルーター13の経路情報の状態を想定し50字以内で答えよというものです。では問題を解いていきましょう。この後これまでの静的経路から BGP に構成変更する際の手順が説明されていきます。この内容をざっくり区分けすると
まず最初にいろいろ準備をした後に BGP の設定をして、その後に VRRP の設定をする、このような手順になっています。どうして BGP の設定をしてから VRRP の設定をする、この順番で行うのか、もし VRRP を先に設定してルーター13が何かしらの理由で VRRP マスターになってしまった時にどのような問題が起きるのか、そのような状態を想定しながら答えなさいという問題です。少し前提の部分から思い出しておきましょう。これまでは1回線しかなかったので、ルーター11とルーター12を使って D 社兵域ネットワークと通信しているような状態です。これを今回マルチホーム接続にしたいんですよね。マルチホーム接続をするために新しい回線の準備をして、それぞれのルーターに BGP の設定をしてから VRRP の設定をする、このような手順が正規の手順です。では問題文にあるように、もし VRRP を先に設定して何かしらの理由でルーター13が VRRP マスターになってしまった場合、どのようなことになるのか考えてみましょう。ちなみに VRRP とは複数のルーターを仮想的に1台として扱える冗長構成を作るためのプロトコルです。 VRRP を設定することでルーター11とルーター13が仮想的に1台になると思ってください。しかし物理的には2台のルーターなので、ルーター11とルーター13の中でマスターとバックアップという役割が決まります。設問にあるように、新回線がつながるルーター13がマスターになってしまった時の場合を考えてみましょう。 A 社からの通信は VRRP マスターのルーター13に届くことになります。しかしルーター13はこの通信を処理することができません。なぜなら BGP より前に VRRP を設定しているので、ルーター13は BGP による経路情報を取得できていないからです。ルーター13は何も経路情報を持っていないので、パケットが届いたとしても処理をできずにそのパケットを破棄してしまいます。その結果、通信難が発生してトラブルになってしまいます。なので BGP を設定してから VRRP を設定する、この手順になっています。先に BGP で経路情報を学習していれば、何かのきっかけでルーター13がマスターになってしまっても経路情報を持っているので通信を継続させることができます。ではここまでの説明を聞いて、今回の問題50字以内で答えてみてください。それでは答えの発表です。模範解答はこちら。 VRRP マスターになったルーター13が経路情報を保持していないと受信したパケットを転送できないから。こちらが模範解答です。このようなトラブルを避けるために、まず BGP を導入してから VRRP を導入するという手順になっています。少し分かりにくい部分もあったと思うので、もう一度説明します。今回の手順では BGP を先に導入することで、ルーター11もルーター13も BGP を使って通信経路を把握することができます。その後に VRRP を導入します。この時、もしルーター13が VRRP マスターになったとしても、この時点でルーター13は BGP による経路情報を学習しているので、ルーター11にパケットを送ることができて通信を継続することができます。この問題は BGP と VRRP という複数の技術が混ざった問題なので少し難しかったですね。では次の設問です。河川7についてピングコマンドの試験で確認すべき内容を20字以内で答えよ。またピングコマンドの試験で確認すべき送信元と宛先の組み合わせを2つ挙げて図3中の効き名で答えよという設問です。何やらピング試験を行うようです。問題文を読み進めていきましょう。設問の河川7がどこにあったかというと、表の後番4です。増設した機器や回線に故障がないことを確認するためにピングコマンドで試験を行うとあります。ここでのポイントは、増設した機器や回線
に故障がないことを確認するという部分です。では皆さん、確認すべき内容を20字以内で答えてみてください。それでは模範解答を見ていきましょう。模範解答はこちら。パケットロスが発生しないことです。これも模範解答のまま書くのは難しかったかもしれません。ルーター13とルーター14の間で通信できることなどと書きたくなりますが、それだと機器に故障がないことは分かりますが、回線に故障がないとは言えないということなのかもしれません。少し余談になりますが、私が新規回線導入の案件を担当していた時は、数分間ピングを送り続けてパケットロスをしないことを確認するという手順がありました。なので一定期間ピングを送り続けてパケットロスをしないことというのも大切な観点だということなんでしょうね。続けていきましょう。このピングコマンドの試験で確認すべき送信元と宛先の組み合わせを2つ挙げて図3中の機器名で答えよという問題です。どこからどこに向かってピング試験をするのかという問題です。図3中の機器名とあるので、図3中の機器名を使って答えてください。それでは模範解答を見てみましょう。模範解答はこちらです。1と2は順不動となっています。まずは分かりやすい2から説明していきます。2はルーター13と14の間でのピングですね。これは確かにそうですよね。ルーター13とルーター14の機器の増設、そして経路を増設しているので、この期間でピング試験をすれば機器の確認と回線の確認をすることができます。ここともう一つ試験をしなくてはいけません。それはこの部分ですよね。ここの回線も新しく接続しているので試験が必要です。ピング試験は一般的に L3 以上の機器で実施をするので、実施対象はルーター13からファイアウォールで向けての試験、もしくはルーター13からルーター11に向けた試験、ここが試験区間です。これらを実施することでルーター13の接続部分も確認することができます。ここでのポイントは、ルーター13と L2 スイッチ10に接続しているこの部分をピング試験で確認するということです。それでは次の設問です。下線8について、ルーター11およびルーター12では静的経路制御の経路情報を削除することで同じネットワークの BGP の経路情報が有効になる。その理由を40字以内で答えよという問題です。下線8は交番7のところを指しています。交番7ではルーター11およびルーター12の不要になる静的経路制御の経路情報を削除するとあります。ではどうして交番7で静的経路情報を削除することで BGP の経路情報が有効になるのかという問題ですね。ヒントは一つ前の交番6です。交番6では BGP によって送受信する経路情報が正しいことを確認しています。つまり交番6の時点でルーターは BGP による経路情報ともともと設定されている静的経路情報の2つを持っていることになります。今お伝えした話をもとに答えを考えてみてください。それでは答えの発表です。答えは、経路情報は BGP と比較して静的経路制御の方が優先されるから、こちらが答えです。詳しくお話しします。ルーターは様々な情報から最適な経路を判断しています。今回は静的経路制御と BGP による経路制御の2つがあります。例えば BGP は左に行きなさい、静的経路制御は右に行きなさい。このように経路情報の情報に差分があったときに、ルーターはどちらの経路情報を採用するのか決めなくてはいけません。この時利用される情報が AD 値と言われる優先度の情報です。AD 値は小さいほど優先されます。eBGP の20に対して静的経路制御は AD 値が1です。
これだとせっかく BGP を使って経路制御しようとしても静的経路制御になってしまいます。なので静的経路制御を削除します。その結果 BGP の経路情報が有効になるということですね。なので模範解答は経路情報は BGP と比較して静的経路制御の方が優先されるからということになります。では最後の問題です。河川 Q について想定する障害を6つ挙げ、それぞれの障害発生箇所を答えよう。ただしルーター12とルーター14については D 社で障害試験実施済みとする。こちらが最後の問題です。一緒に頑張りましょう。河川 Q は先ほどの切り替え作業の手順を実施した後に出てきます。静的経路制御から BGP による動的経路制御に変更できたのかを確認するための障害試験です。では障害試験をするときにどのような障害試験を行うべきか、想定する障害を6つ挙げて答えていきます。障害試験の考え方としては、まずメイン回線を利用する場合で考えます。メイン回線はルーター11とルーター12の回線ですよね。この回線が使えなくなった場合にバックアップのルーター13からルーター14の回線に切り替わりたいので、本当にこのタイミングで切り替わるのかを確認するための障害ポイントを考えていくといいです。この時の障害ポイントは、まずはルーター11自身に障害があった場合、そしてルーター11と L2 スイッチ10との接続している回線に障害があった場合、そしてルーター11とルーター12を接続するこの回線に障害があった場合、まずはこの3つが考えられます。そして下側の新規回線から既存の回線に切り替わることも確認する必要があります。その場合の障害ポイントも同じです。ルーター13自身、そしてルーター13と L2 スイッチ10とを接続する回線、そしてルーター13とルーター14を接続する回線、この6つが模範解答となります。今回の問題解説は以上です。お疲れ様でした。最後に少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っている、そういう方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。定期的にいろんなイベントをやっているので、勉強習慣を身につけたり勉強仲間を見つけることもできます。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくと参加することができます。参考までにこちらが2月に行ったイベントです。ネットワークスペシャリストに関するイベントもあります。皆さんのご参加お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。